まいりました乃木坂工事中司会のバナナマンです。よろしくお願いします。そして乃木坂ちゃんです。はいはいはい。わわわわわわ。あららら。ほうほうほう。上で食べてる。あら。これで。美味しくなーれ。美味しくなーれ。いいね。それでは日村さん本日の企画発表お願いします。さあ行きましょう。ドイツの料理が良いでしょう。今回は料理の腕前がまだ未知数なメンバーの調理シーンを見る前に試食メンバーが質問をもとに誰の料理を食べたいかを先に選択。 VTR を見た後は必ずその料理を食べなければならないハラハラドキドキのお料理企画です。まず最初に料理を作ったのはこちらの4人。この4人に作ってくださいって言ったメニューがですね、グラタンそして春巻きでございます。もう何の前情報も与えないで作ったわけですよね。はい、激まずの子も多分いると思います。でも選んだら食べなきゃいけません。試食メンバーに選ばれたこちらの4人は代表者山下の質問だけで美味しい春巻きとグラタンを作りそうなメンバーを見抜くことはできるのか。山下、朝ドラを見てますかって。関係ないです。部屋綺麗ですか？ああ、なんかね。まあね、なんか綺麗にしてたら料理とかもちゃんとしてそうだね。してますよね。家事をちゃんとしてるかどうか。じゃあ私は全然散らかってます。これ全然散らかってる。やだな。まあ変幻自在っていうか綺麗な。もう変幻自在な部屋の。どうですか？私はお家で猫ちゃん飼ってるので物が少なくて部屋にだから綺麗な方だとは思います。ゆみき、綺麗だと思いたいです。ゆみきはやばそうですね。いやカーペットだけが汚いだけです。カーペット汚いって最悪じゃない。カーペットが汚いって全部汚いって一緒だよもう。ちょっとだけケチャップとかピッてなったとかそういうこと。ご名答。ご名答。やっちょっとだけです。た。汚い。そうです。井上は。日によります。井上がね、日によってもうね、本当ゴミ屋敷みたいな。井上が汚いってやだな。質問の結果4人が指名したのはこちら。ゆみきが人気じゃないか。なんか家族たくさんいるっていう情報だけを頼りに、結構手伝ってたんじゃないかなっていう希望。でもやっぱりカーペットにケチャップがあるっていうあたり。あれがヒントになった。やっぱその何のケチャップかは分かんないにせよね、やっぱ好きなんで食べることが。ね、山下が井上。はい。私一番清潔感を大事にしてるんです。あ、他みんな汚いから。だってカーペットが汚い人の家のご飯食べたくなくないですか？その度合いにもよるけどね。そして牡蠣を選びましたね、与田。もう完全に消去法で。消去法？何を消去法？ゆみきは何を入れるかわからない怖さがある。でなぎちゃんはちょっとまだ若すぎるので、まゆちゃんは見かけ倒し感が。バッサリ言ったよ。バッサリ見かけ倒し。それでは早速4人の春巻きから見ていきましょう。細く切った食材を炒めた後、正しい調味料と片栗粉で美味しいあんにできるかがポイントです。私のお姉ちゃんが春巻き作るのすごい上手でよく作ってくれます。そんな田村真由の春巻きスタートです。でも椎茸は絶対入ってた。まずは記憶を頼りに食材を選んでいきます。だからこれだよね。これどっちだろう。豚ひき肉。どっちが豚？なんかわかんないから色薄い方にしとこう。豚肉を使うつもりで鶏のひき肉を選択します。具材細めですよね。どうやって細く？食材はたどたどしい手つきで切っていきます。料理はあんまやったことない。もっと細いのがいいんだけど。やんないんだ。全くしないです。まあいっか。食べたら一緒か。その後も一丁前に細さを気にしながら食べたら同じなので適当に切っていきます。入れる順番とかってあるのかな？一丁前に順番を悩んだ結果、肉、野菜の順番で炒めます。炒めました。春巻きって
揚げですか、生ですか？続いては山下が指名している井上です。でも入れる食材は自由に決めていいんだよな。自由がモットーの井上はキノコを少し多めにチョイス。角切りとかにするかな。そして人参をサイコロ状にカットして。母に教わったんですよ。人参は時間がかかるからちょっと水入れてわ私が母直伝の時短テクニックで火が通りにくい人参はレンジで下ごしらえ。そして他の食材をごま油で炒めていきます。火元離れちゃいけないのかな。その後も細かいことがいちいち心配になります。心配性なんだ。続いては一番人気湯引きです。なんかの余り物でそこからアレンジして春巻きにしたことはあるんですけど、あれ過去やったことある。余り物春巻きの経験からまずは手早く食材を選びます。そして白菜を手際よく細切りにすると。あれなんかやってる。皮入れていいですか？皮に一番栄養があるっておばあちゃんが言ってて、いつもみんな皮ごとボリボリ食べるんで。大家族湯引き家、おばあちゃんの知恵袋から一切ふざけることなくあんの下ごしらえをどんどん進めていきます。続いては依田が指名した牡蠣の食材選び。心配。なんだこれ。なんだこれ。これわかんないから持ってこう。これも食材はなんとなく必要そうなものをざるごと運ぶ大雑把スタイルで調理を始めます。わかんないからいいや。いっぱい切ろう。いっぱい切っていっぱい作ろう。まずはハラハラする手つきで野菜を適当にカットします。続いて春雨を恐る恐るお湯に投入します。これどんだけ入れたらいいんだろう。茹で時間は15秒ぴったりでバリカタ春雨を取り出します。ここから食材を炒め始めた田村へ戻ります。炒めていると初めて味付けのことを思いつきます。美味しい調味料の合わせってあるじゃないですか。醤油、なんかみりん、お酒とか。これは和食だね。黒酢？変な匂いした。色はでもみりんっぽい。みりんっていうことにしておきますけど。酢入れんの？匂いと勘で決めた田村スペシャルブレンドで味付けをします。いい香り。そして水溶き片栗粉でとろみを加えあんが完成。最後に春巻きの皮に包んだら揚げていきます。田村ブレンドはどんな味に仕上がったのか。時間がない気がする。心配性井上もここから味付けを始めます。味付けしなきゃ。何入れよう。醤油、みりん。その後も欲しいものを匂いで嗅ぎ分け田村が理想としていた和風調味料に中華だしも加えて味付けが完了。そしてお湯で戻した春雨を加えてさらに炒めると。あと何分ぐらいでしょう。急げ。あんにしないんだ。時短スタイルの井上はとろみをつける工程を飛ばして炒めたパラパラの具を直接皮の上へ。なんか彩りがない気がしなくもない。心配性だな。せっかくの時短人参をなぜか放置して皮を包んでいきます。心配性で慌てんぼうの井上春巻きはどんな仕上がりになったのか。ここで湯引きも味付けに取り掛かります。塩コショウ。中華だしみたい。いいよ。あ、これ和風だしだ。いいかな。ちゃんと匂いで。こちらも匂いで中華だしを嗅ぎ分け塩コショウで味を整えます。
最後にとろみもつけてほぼノーミス春巻きが完成。そして牡蠣も切った食材に直接味付けを始めます。まずは塩と醤油を相変わらず大雑把に投入すると、結構しょっぱそうだな。これごま？ごまじゃないわ。砂？いやいや食べれないもん置いてないから。わかんないよ、砂入れとこじゃ。砂入れないだろ、わかんない。なんとかなる。あれ中華だしじゃん。わかんないか、なんか入れとこ。なんか何でも入れとけばなんかそれっぽくなる。いいんじゃないですか。あ、どうしよう。あれ牡蠣全然やってない。リミッターが外れた牡蠣は異次元の調味料を作り出します。これからだよな。片栗粉。片栗粉を直接大量投入し、食材を粉まみれにします。そして謎の物体と化した食材をぐちゃぐちゃにかき混ぜ、それを一切加熱しないまま皮の上にぶちまけると、加熱してないのあれは。おいおい、やばい、もうせっかく作ったから全部入れてその後ほぼ無意味な具の量の調節を行うと、1枚では包みきれないので皮を2枚使って強引に油の中へ投入します。牡蠣のファンタジー春巻きに奇跡は起きるのか。あー、やった。硬いよ。そうそう、これちょっとずつね混ぜていかないと。なんかお姉さんに見える。いい。トマトにしとけばなんとかなりそうだけど、ちょっとトマト。これ何を作ろうとしてるの？続いて4人が作るのはグラタン。小麦粉と牛乳で上手にホワイトソースを作れるかがポイントになります。あ、そうなんだ。いや、難しい。工程があるな。牡蠣がそうなんだって言ってる。今知りました。それでは先ほどノーミスの湯引きのグラタンから。頑張ります。玉ねぎだけでいいか。なぜか食材を限定し玉ねぎのみを選ぶと、ブロッコリーでも足しとく。いや、ブロッコリーやめよう。茹でるのめんどくさい。主婦的な思考で面倒な食材を極力減らし、入れるだけで済むコーンなどを追加していきます。小麦粉入れて牛乳だ。これバターで炒めてる。お、じゃあちゃんとしてんじゃん。鶏肉入れよう。ホワイトソース作れんの？主婦の気まぐれで結局鶏肉も追加。そしてコンソメだけで味をつけたらホワイトソース作りを始めます。ここ多分重要なんだよな。固まるから。そうそう、これちょっとずつね混ぜていかないとダマになっちゃうね。マジでできる。すげえな。すごいな。さらに牛乳を加えてダマにならないように炒めていきます。でもいいのではないか。続いて茹で上がったマカロニを加えソースに絡めていきます。最後にチーズを振りかけトースターの中へ。もう湯引きできた。再びノーミスに見えたが、その出来栄えは。作ったことはないですけど食べたことはあるのでなんとか頑張ります。記憶を頼りにまずは3種類の野菜を選択します。お、カレーみたいな。あ、でもグラタン肉じゃなくて魚入ってるやつね。どうしよう。何に追われてんの？すげえさっきから焦ってる。悩んだ結果、メインの食材はサーモンに決めます。そして火の通りを考え、野菜は細かく乱切りにします。でもちょっと芋は怖いからやっぱ練習します。心配性井上はここでも硬い食材は母直伝のレンジ調理し、その間に玉ねぎをオリーブオイルで炒めます。とりあえず炒めて塩コショウ。ここで井上は心配なので塩もわざわざ味見しています。そして井上も牛乳と小麦粉でポイントとなるホワイトソースをしっかり仕上げると、あ、そう、じゃがいもに火が
通ってるのかが心配で。心配性だな。とにかく心配な井上は竹串でじゃがいもの硬さを最終確認します。いや、いけるか、いけるな、いけるか。あそこまで刺すならもう一個食ってみりゃいい。硬い野菜ゼロが売りの心配性グラタン。その出来栄えは。あ、でも雰囲気ある。続いては田村のグラタンを見ていきます。玉ねぎも入ってた。まずは食材をなぜかこなれた様子で選んでいきます。とりあえず切ってきます。そして相変わらずの包丁さばきで食材を切っていきます。でもあれですよね、ホワイトソースみたいなの作んなきゃなんですよね。ここが最大のね。ホワイトソースは牛乳と片栗粉で作るっていうのは知ってるんですよ。ということで小麦粉と片栗粉を勘違いしたままソースを作り始めます。すごい気持ち悪い。結構なドロってるグミみたいなやつができる。そしてねちょねちょの鍋に切った食材を加えます。粉が違うだけで全然違うんだよね。こんなんじゃないんだよな。こんなにねちょねちょしてなかったんだよな。食材に火が通ったら塩コショウで味を整えます。小麦粉だったら結構いい線。最後にマカロニとチーズを加えてトースターの中へ。ねちょねちょグラタンのお味は。続いて牡蠣も食材選びからスタート。とりあえずなんかイタリア味足しとけばいい気がする。まずはイタリアをテーマに食材を揃えます。ちょっとなんか独特のグラタン作りそうだ。理由は分かりませんがひとまずトマトを敷き詰めます。続いてじゃがいもを雑に切っていきます。でかいネギがね、相変わらず。やばい。何かの儀式のように黙々とじゃがいもを並べていきます。さらにその上から茹で汁ごとマカロニをぶっかけます。こんなんじゃないのかってっけな。料理ニュースターが生まれるぞ。出た。本当だ。昔の生田だ。いや、ちょっと一回トマト挟んどこう。信頼のトマトを再び敷き詰めミルフィーユ状にしていきます。急に恥ずかしくなってきたの。続いて鶏の胸肉をごちゃごちゃしたまな板の上で切ります。美味しいねこれ。まんまどんどん入ってくる。再び無言で鶏肉をトマトの上に飾っていきます。そして牡蠣もいよいよホワイトソース作りに取り掛かります。何言うてわかんないや。でもこれ多分これ小麦粉な気がする。お、いいじゃん。正解を導いた。え、何個？あ、入っちゃった。入っちゃった。何が入った？何？じゃあ入れとくか。もう小麦粉あそこで混ぜた。まずは牛乳がたまたま入った小麦粉をぐちゃぐちゃに混ぜ合わせていきます。なんか変なパンみたいなのができるぞ。これトマトにしとけばなんとかなりそうだから、ちょっとトマト入れてトマト混ぜて、そこにさらに砂糖を加えて甘みを足していきます。また砂糖入れてる。どうしよう。ちょっとケチャップいっぱい入れとこう。赤くしとけばいける気がする。完成したソースは加熱せずにそのまま食材にかけます。そして最後にチーズをかけてトースターの中へ。夏季はるか情熱の赤グラタンの仕上がりは。ということでここまで見ていただきました。いや、日村さん、これヨダ大失敗というか、ヨダはもう当たりを引いたというか外れを引いたというか。あれ、私今から食べるん。そうですよ。そうです。はい。いただきます。この後衝撃の料理を実食。まずはほぼノーミスに見えた夢木の料理を2人が試食。いただきます。パリって言うね。あれうまくないのか。だから美味しいです。美味しい？美味しい？めっちゃ美味しいです。もっと来てほしくない？味？薄味が好きだからか。あ、本当？美味しいです。めっちゃ。よかった。じゃあグラタンもいってみよう。グラタンいってみようか。めっちゃうまい。うまっ。これ相当うまいよ。もうカフェと
とか出そうかな。いや、その勢い。本当。続いて井上の料理を山下が実食。なんかボリボリ言ってんの。何食べれるかわかんないの。なんで春巻きじゃない？あ、でも美味しいかも。春巻きではないけど美味しいです。じゃあグラタンいきましょうか。そんでサーモン入れた。ホワイトソースの感じ大丈夫？パスタだと思ったら美味しい。すごい素敵な味。なるほどなるほど。さっきから違うものにすれば。だから正解とちょっとずれてるぐらいなんだ。続いて片栗粉グラタンは田村が自ら試食。美味しい。あんまりなんかボテって固まらないんだ。これってさ、自分で食べるから何とでも言えるよ。最後は問題作、牡蠣の2品を依田が実食。春巻きです。具たどり着いた？結構美味しいですね。あれ？マジか。意外とそうなんだ。食べにくいんですけど、なんかみんなしなってしてたじゃないですか。一番パリってしてる。嘘だろ。じゃあ続いてグラタンちゃんが。グラタンですよ、問題は。悪くない。悪い？本当ですか？なんでグラタンにトマトそんな入れちゃうんだよ。赤いの入れたがるんだよ、すげえ。私トマト好きなんで。あ、よかった。もうなんかすごいな、怪獣同士がやり合ってる。そうかそうか。さっき牡蠣が自分の料理ちょっと食べたね、今ね。食べました。どうだった？全然美味しくなかった。あれ食べて。全然美味しくなかった。私がおかしいのかな。本当になんかケチャップの最初に出てくる汁の味みたいな。あそこ嫌じゃん。あそこ嫌じゃん。どこの誰が泣いてくれるか考えたこと君もあるだろう。そんなことくらいでした。僕が生きてるその意味わからなくなってしまった日々、目を覚ますことさえ面倒になった。幼い頃なりたかった将来とか未来の自分、どこではぐれてしまったのか。鏡に映る知らない他人、夢をもう一度見ないか。叶うわけがないと諦めたあの日の何かを。人はそう誰だってみんな過去に持ってたはず。大人になってやりたかったこと、ああ夢は二度見るもの。若さはねしやすく冷めやすく目移りするだけで、とても大切なもの見失ってしまうけれど、それでも人は夢を二度見る。ああ夢は二度見るもの。若さはねしやすく冷めやすく目移りするだけで、とても大切なもの見失ってしまうけれど、それでも人は夢を二度見る。今ならちゃんと夢を見られる。次回奇跡の料理で設楽が悶絶。
何これ。松尾美恵です。くじを引きます。いっぱい入ってる。はい。即席チャンネル登録の歌何せーの乃木坂配信中、ぜひともチャンネル登録よろしくね。さようならよろしくお願いします。